ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。見える見えないの話なの？早速確認しよう。私の働いていた会社が倒産となり、一時的に地元で、新聞配達のバイトをしていた時に恐怖体験をしました。話の前に、まずちょっと地域の背景説明が必要なんですが、部落差別の話も入ってくるので、苦手な人はスルーしてください。その地域は江戸時代の身分制度でいう、死農交渉のさらに下、江田の集落がある地域でした。家とかはボロボロでかなりひどい街並みだったらしく、昭和の時代に入ってからは、そういった地域はすごく優遇されました。私の地域では家の建て替え推奨と道路拡張工事による、立ち退きがあったそうで、街並みはガラリと変わったと言います。道路も中央分離線のない狭い道路しかなかったんですが、現在は往復4車線、しかも広い歩道と、自転車専用道、歩道と自転車専用道の幅だけでも4メートル以上ある、両サイドに備えた、幅広い道路がたくさん存在しています。それらはもちろん、多くの立ち退き料を支払って、家を取り壊してできたものです。道路整備に関係ない場所でも、家の取り壊し料を支払うから、家を潰してくれという話が国から来たそうです。さらには移転してもらうため、市営団地をバンバン建てました。この移転先用地も高額の立ち退き料を支払って、国が買い取ったんですよね。家を潰すと多額のお金がもらえるってことで、ほとんどの人は家を壊して市営住宅に引っ越すなり、新しく家を建てました。今では道路整備の行き届いた広い道、新築の家ばかり。しかも市営団地にたくさんの人が住んでるので、24時間営業のスーパーやコンビニ、ホームセンターや銭湯が立ち並ぶと、ものすごく便利な地域となってます。そんな建て替えが進んでる時期に、大きな比較工場が火事となりました。エタって動物の死体を扱う食用だったので、比較工場とかが地場産業になってたりするんですよね。比較工場ってものすごい悪臭がするそうで、さらには火事で数人死人が出たこともあり、国が土地を買い取って工場を取り潰しました。国としても、ひょっとして意味のある工場そのものに、消えて欲しかった思いがあったのかもしれません。跡地には、大きな市営団地が建ちました。10階建ての部屋は 2LDK、エレベーターが2基もついて、家賃が2000円しないってんですから、住める人はいいな、と感じてました。前置きが長くなりましたが、私はその、10階建て市営団地で恐怖体験をしました。以前から、地域の新聞配達員募集広告が、常に出ているので不思議だなとは思ってました。無職になってから次の就職先も、思うように見つからなかった私は、生活費も次第に底をついてきました。そこで一時的にこの新聞配達で食いつなごうと思い、応募しました。常に募集を出してるだけあって、とりあえず雇ってはもらいました。しかし、3日間は一緒に回るから、その間に配達先は全部記憶しろ。できなきゃ雇えないと言われたので、必死に道順を覚えてなんとか本採用されました。仕事を始めてみて、この地域の市営団地は、エレベーターのないところがたくさんあり、階段の上り下りがきついからみんな続かないんだろうな、と私は最初に思いました。実際階段の上り下りは大変でしたし、毎日が筋肉痛の連続でした。そんな中、エレベーター付きの市営団地はとても助かりました。上までエレベーターで移動できますし、こういうところは通路が横に長いので、平坦な廊下を歩いてる時間は休憩にちょうど良かったんですよね。しかし、先に記しました比較工場の跡地に建てられた、10階建て市営団地だけは、エレベーターがあるのに階段を使いました。なぜなら、一緒に回ってもらった先輩から、この市営団地のエレベーターは絶対に使うな、と言命されたからです。どうしてですかと先輩に聞いたんですけど、
色々あるんだよとはぐらかされて、とにかくエレベーターは使うなと言われました。最初の頃は馬鹿正直に先輩の言いつけを守っていましたが、階段で10階まで登るのは一苦労です。そのうちエレベーターを使うようになりました。てっきり夜になるとエレベーターが停止するとか、住民から苦情でも来るのかと思ったんですけど、そういうのは一切ありませんでした。明らかに楽だったので、そのうち先輩の言ってたことなんて気にせず、毎回エレベーターを使うようになりました。そんなある夜、他の新聞配達員との噛み合いで配達ルートが変わり、例の10階建て市営団地へ着くのが遅れました。時間は4時前ぐらいでした。いつも通りエレベーターに乗って10階のボタンを押します。当然エレベーターはウィーンと、静かに上がっていったんですが、なぜか9階で停止しました。あれ？珍しく利用客がいてたんだ。と思ったものの、その階には誰もいません。まあたまにこういうのはあることなので、気にせずそのまま乗っていたのですが、なぜかエレベーターの扉は閉まりません。仕方なくエレベーターの閉スイッチを押したものの、それでも閉まりません。すると不意に昔嗅いだことのある、比較工場独特の悪臭がしてきました。この時点で脳裏に、そういや先輩が、エレベーターに乗るなときつく言ってたことを思い出したんです。ものすごく嫌な予感がしてエレベーターから飛び出しました。するとすぐエレベーターが閉まり、振り返ってエレベーター内を見ると、ガラス越しに作業服を着てる男性が、恨めしそうにこちらを見てました。もしかしたら比較工場の火事で、亡くなった人なのかと感じました。だから先輩はこのエレベーターを決して使うなと、言ってたんだなとわかりました。その後私はエレベーターを使わずに配達を続けたものの、やはり気持ち悪くてすぐやめてしまいました。やっぱりみんなあれを経験してやめていくんだろうな。だからみんな長続きしないんだろうな。と納得しました。私が辞めた以降も、この地域の新聞配達募集は相変わらず出ています。いつも求人が出ている地域ってだけで、なんだか少し不穏な予感がするよ。いつも募集してる会社や店ですら不穏なのに。急に多方面を指すんじゃない。自然すぎて驚いたぞ。てっきり、階段の上り下りがきついから、みんな辞めちゃうのかなって思ってたよ。本当の理由は、募集元ではなかった。配達先のマンションのエレベーターという、特定の場所が原因だったようだ。楽をするために乗っちゃったのが、語り手さんの運の尽きだったね。独特の悪臭が漂ってきたのも嫌すぎるよ。かつてあった比較工場の残りがだな。火災で亡くなったとされる労働者の例の仕業だ。先輩が警告していたのも、同じ例を見たからかもね。過去の運念で動く存在が、近代的な設備に現れるのも、なかなか興味深い話ではあるな。これは私が、ケーキ屋でアルバイトをした時の話です。販売員として私が入ったその店には、毎日7人ぐらいのパティシエがケーキを作っていました。まだ店員の顔と名前が一致していない私は、お昼ご飯に従業員と話をして仲良くしようと思っていたのですが、出入り口の扉付近で作業をしている方とだけ、話す機会が巡ってきませんでした。そのうち一緒になるだろうと思っていたのに、その気になっているパティシエさんとは、いつまで経っても休憩で会うことがありません。この人はいつ休憩をとっているのだろうと疑問に思い始めた頃、閉店の片付けが終わり、みんなで同時に帰る時がありました。みんなでさ、更衣室を閉めるからね。声をかけられ、人数を確認するとみんないてるね。じゃあ帰ろうとなったのですが、私の計算では、あの扉付近でいつも作業しているパティシエさんがいません。私は、ちょっと待って、もう一人パティシエさんがいませんかと言ったのですが、みんなきょとんとしています。帽子を深くかぶって、扉近くのテーブルで、いつもケーキを作ってる人です。女の人なんですけど、私が説明しても、そんな人いないよね、とみんな口を揃えています。
確かに閉店まで一緒に働いていたはずなのですが、あれと思ったのですが、話を長引かせるのも悪いので帰ることにしました。休憩も取らずに、ずっと一生懸命に、ケーキを作り続けていたパティシエさんの姿を見て、私は仲良くなれるのを楽しみにしていたのです。ところがそれきり、そのパティシエさんを、扉付近のテーブルで見ることがなくなりました。私が気になっていたパティシエさんは、みんながいないと言った通り消えてしまったのです。その時になって初めて、私は幽霊を見ていたのかもしれないと気づきました。それから月日が経ち、私がケーキ屋で最後の出勤となった日、店長が隣で一緒に販売をしていました。店が混み始めてふと焼き菓子売り場を見ると、店長の黒い制服の後ろ姿が見えました。店長あっちに行ったんだと思ってそのまま接客していると、私の隣にも店長がいるのです。なんと店長が二人になっていました。私は驚いて後ろの透明ガラス越しに、パティシエのリーダーへ目で合図を送りました。ところがリーダーはニコニコと販売の方を見て笑顔を返すのみ。どうやら見えているのは私だけのようでした。それから私は時々、私にしか見えない人を見る時があります。亡くなったはずの人にとても似ている人とも会うことがあります。店長のように、同じ人間が二人見えたことは今のところありません。私は普通に生きている人間だと思って接しているため、後になってから気づくのがほとんどです。おそらく幽霊なのだとは思いますが、幽霊は人間と違って話をしません。話そうと思っていると消えてしまいます。また他人にその存在を話しても消えてしまいます。幽霊は案外、そこら中をうろうろとしていて、見えているかいないかだけなのだと思います。なんだか不思議で切ないお話だね。実は誰も見たことがない幽霊だったなんて。彼女はそうとも知らずに仲良くなりたがっていた。だが、その存在は誰かに話した途端に消えてしまう。この階段ならではのルールが面白いな。最後の日に店長さんが二人に増えたのは？ここはみんなの解釈によると思うぞ。店長自身が生み出した生き量かもしれないし、語り手の強い思いで具現化したのかもしれない。今までとは違う霊なの？いや、もちろん今まで見ていた霊が、店長の制服姿を模倣した可能性もある。いずれにせよ語り手の体験談だけだと、後ろ姿しか確認できていない様子だ。そっか、顔が店長さんなのか今まで見てた霊なのか。後ろ姿だけじゃわからないもんね。語り手さんが見間違えるほどに模倣してたなら怖いよ。私は実家から遠く離れた、関西の大学へ進学しました。そこで一人暮らしの生活費、学費への足しにと、アルバイトを探していたところ、広告で学生の手伝い求む、というお寺の求人を見つけました。早速面接に行くと、ご住職に、いろいろ、見える方がいいと聞かれました。私はとっさに意味が組めず、目は悪いんです、かなりの近視なので、と答えました。するとご住職は苦笑いをして、そうか、まあ見えない方が都合いいかもね。と言い、私は採用されました。そこはお寺といっても内側は個人事務所のようなもので、私はお茶組み、掃除に食事の支度やお客様の案内と、ごく簡単な家事手伝いのような作業をしていました。私の他にも大学生の女の子が数人バイトでおり、仕事の合間にはパートさんたちとの世間話も弾みました。しかし夏休みも半ばを迎えた頃、どうも先輩バイトやパートさんたちの表情が暗いのです。もうじき、お盆ですね。と、お寺にとって、お盆は書き入れ時。ご住職をはじめお坊さんたちは、食事をとる暇も慌ただしく檀家さん宅を回り、お寺の裏手にあるお墓での度胸に明け暮れます。繁忙期はやっぱり大変なんですかと年配パートさんに恐る尋ねると、
あんたは今年初めてだったね。そうじゃなくってね。毎年お盆の時期に、出るのよ、そこの裏には。と言われました。そして彼女自身の体験を聞かせてくれました。勤め始めて最初のお盆の時期、事務所から本堂につながる渡り廊下を歩いていると、そこから見える裏庭に若い女性がいたのだそうです。このお寺は美しい景観の庭を一般に公開してもいるので、その観光客が道順を誤って、裏庭に迷い込んでしまったのだと思い、大丈夫ですか？と軽く声をかけたところ、その女性はふーっと、風に紛れるかのように立ち消えてしまった。というのです。近くで話を聞いていた先輩バイトたちも、ほぼ同様の経験談を語りました。その女性は長い黒髪の、美しい若い女性で、白いワンピースのような服を着ているのだそうです。何をするでもなく、ましてやパートさんたちを怖がらせる様子もなく、ひっそりと裏庭に現れては佇んでおり、声をかけるとふっといなくなる、というのでした。意地悪な霊の類ではないし何の害もないのだけれど、ただやはり見えてしまうと怖い、とみんなが言います。どんな由来があってそこにいるのかも、わからないということでした。こっちが一番敏感に感じとるね。あの子が変に泣いたりしたら、要注意。と言われました。ポチはお寺で飼っている犬のことなのですが、お盆の時期になるとひどく怖がる様子を見せる、というのです。私は呆然とし、面接の時に言われたのは、このことだったのか、と思い返しました。実は私は本当に怖がりで、この話の後は、一人で渡り廊下を歩くことを避けてすらいたのです。結局この職場には大学卒業までの数年間勤めたのですが、私はこの女性と遭遇しないまま終わってしまいました。霊感がある方ではありませんでしたが、みんなが一度は見ているのになぜ私だけ見えなかったのかなと思ってよく考えてみると、一人暮らしの人間は私一人だけでした。怖い経験があれば生活破綻しそうなほどに、怖がり、でしたから、もしや本堂の仏様がそれを見抜いてお守りくださったのか、または女性自身が私を気遣ってくれたのか、そこのお寺は長い期間ご無沙汰していますが、もしまた機会があれば、無事に過ごせた、あのバイト数年間のことを含めて、お礼の参拝に行きたいと思っています。見える方かなんて質問は、あまり聞かれることがないから面白いね。住職の苦笑いが、すべてを物語っていたな。声をかけると消えちゃう女性の霊か。語り手さんにだけは見えなかったんだよね。さっきのパティシエさんらしき幽霊とは、麻楽な状況なんだね。語り手自体が極度の怖がりだったことと、今回はたまたま優しい霊だったこともあるだろう。もしくは、本堂の仏が語り手に結界を張ってくれたのか。犬のポチが敏感に怯えていたのが、霊が存在している証拠になるのも不気味だね。見えないという鈍感さこそが、時に最大の自己防衛になるという恒例だ。ということは、何か気づきがあったのか？きっと私は怖がりすぎるし、アルトは鈍感すぎるから、幽霊が見えないんじゃないかな。俺は鈍感じゃないぞ。呆れた。求人票に書かれた条件の裏には、知る由もない特別な事情が隠されている。しかもそれは業務のことだけじゃないようだ。不思議なほどに割のいい仕事や、いつも募集している職場は、それなりの理由があるってことだね。みんなの知っている会社や店にも、不自然な人手が混ざっているかもしれないな。うっかり刺激しないように。何も見ませんように。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。